皆さんおはようございます。布施テニスラボ布施俊二です。武蔵野ローンテニスクラブからお送りしています。今日はまず、試合の結果報告をさせていただきたいと思います。1月16日から昭和の森記念公園で行われました東京ニューイヤーベテラン55歳以上に、今年初めてエントリーをいたしました。55歳以上の試合に今年から出れることになりましたので、2022年の1月から試合の活動を開始しています。結果は64人ドローで準優勝でした。決勝はマッチポイントが2つあって、もう一歩で勝てるところでしたけども、試合の慣れがまだ全然ないということもあってか、詰めきれず準優勝と終わりました。ポイントを186ポイント獲得できましたので、1月末の段階ではランキングが240位ぐらいにまずはランキングされるのではないかというふうに思います。この後大きな大会もありますので、大会には積極的にエントリーをしてポイントを稼いでいきたいというふうに思います。今年中には100位以内、50位以内を目指して試合活動を続けていきますので、試合の報告についてはこの動画、それからブログでも報告していきますので、ぜひ見ていただければと思います。では本編です。基本編の1ではトスの上げ方、それからグリップの持ち方など、説明をしました。またタオルドリルでどうやって肩を回していくかっていうような説明もしております。この基本編2ではまず肩の関節の使い方について説明した上で、簡単にサービスが入る初級的な打ち方っていうのを見せていきたいというふうに思います。では行きましょう。どうぞ。ではまず肩関節の使い方について説明します。肩関節で皆さんも試していただきたいんですけども、手のひらを下に向けた状態で肩と同じ位置に手を開いてみてください。ここから手のひらを下向けたまま手を上に上げようとしても肩は上がりません。腕が上がりません。おそらくこの辺ぐらいまでしか腕が上がらないのが分かると思います。手のひらは上を向けることによって上まで上がるようになります。ボールのトスを上げるときに手のひらが下を向いたりとかっていうと、トスは上がったとしても腕が早く落ちてしまう原因になりますので、トスを上げたときには手のひらが上を向いていること、これが肩の使い方としては正しい使い方と言えます。肩関節の使い方その2です。過去の動画でも軽反射について説明していますけども、トスを上げてトロフィーポジションを取った後、インパクトに向かう肩の使い方になります。各関節の一番力の入る位置っていうのは、90度に曲がったこの位置になります。この位置から中に腕が入ってくる、また開いているトロフィーポジションから腕が体の中に入ってくるような動きは問題がありません。だけど開いている肩をさらに開きながら打ったり、閉じているものを開きながら打つような動き、ここの角度が120度とか
90度以上に開いてしまう体の動きっていうのは肩を痛める原因になりますので、避けたい動きと言えます。ではスイングの中で肩の関節がどのように動くかについて説明します。またこの動画ではスイングの中で逆の動きを入れるということを一つのコンセプトにしていますけども、サービスも逆の動きというのがあります。サービスの場合は前に向かって打つというよりは上に向かって打つショットになります。ラケットが上に向かって動くということは上下で逆の動きが必要ということになります。トロフィーポジションを取って体が上に向かうときにラケットが下がる、これは開く動きではなくて上と下の動きですね。これがサービスでいう逆の動きになりますので、トスを上げて打ちに行くときに腕とラケットが落ちて体は上に行くというのが同時に行われるということを意識していきましょう。ではインパクトに向かう手首の形、ラケットの使い方について説明します。ストロークの時にも説明しましたけども、ラケットは手首から重心が結構近い道具で扱いやすい道具です。扱いやすいが上にいろんな打ち方をしてしまう、手首でラケット操作をしてしまうということが起こりがちです。重心がグリップを追いかけるということを意識して練習をしてください。ラケットをサービスするときにラケットをトロフィーポジションに構えてラケットが回転して前に出てきます。出てくるときにグリップの方が先に出てきて重心が少し遅れて出てくる。でインパクトをするときにグリップがとラケット、手首に少し角度がついている状態で当たる。これが一番大事です。重心がグリップを追いかけてきてインパクトする、こういう動きが極めて重要ですので意識をぜひしてください。中には頂点で打つ、一番高いところで打とうと、また上から下に打つようなイメージの方も多いかもしれませんが、サービスは下から上に打ち上げるショットですので、必ずインパクトの時にはラケットと手首に角度がある状態でインパクトして、そこから振り抜いていくっていう動作になります。他のスポーツで言いますと、野球のピッチャーが投げる手首の角度、決して伸びた状態でリリースされないっていうのは映像で見ても分かる通りです。リリースするときは手首が少し退屈している状態でボールがリリースされていきます。また、バレーボールのフローターサーブの場合とかも手首が伸びきった状態で当たるんではなくて、少し曲がった状態でインパクトをしてボールが押し出されるという形になります。テニスの場合も少し手首に角度がついた状態でのインパクトを意識していきましょう。ではサービスの初級編について説明します。初級編ですので、まず構えから、説明していきたいと思います。サービスは、打ちたい方向に対して基本はつま先、膝、腰、肩のラインをできるだけ揃えることが大事です。
初めから前を向いてしまったり、あまり極端なクローズドのスタンス、これは怪我の原因や、上達を遅らせる原因になりますので、できるだけ全てのラインを揃えてください。揃えた上でボールを持って構えますけども、テイクバックする前に一旦ラケットは必ず持って全ての力を抜いている状態、手首に角度をつけたり力を入れてラケットを立てたりっていうのはあまりお勧めできません。慣れてきて自分のリズムがその方がいいということであれば、プロでも、手首をねじっていたりとか面を上向けて構えている選手もいますので、やってみればいいと思いますが、まずは全く力を入れないでラケットを構えて一旦静止しましょう。構えたらモーションに入る前にルーティンを作りましょう。よくあるルーティンはボールをつくという動作です。2回ぐらいはついても試合でも支障はないと思います。またつくのも初心者の方は上から握ろうとすると難しいかもしれませんので、落としたものを下から支えるようなつき方が、スマートだと思います。テイクバックをして打ちに行く動作の中でリズムを作っていくことがすごく重要です。リズムは1、2、3のリズムになります。2が長い、1、2が長いこと、3、この2が長いことが大事ですので、よくあるのはチャー、シュー、メンと言いながら打ったり、ワン、サウザンド、ワンというふうに心の中でリズムを取りながら打つというのがよくあります。練習ではワン、サウザンド、ワンと声に出して言うのが一番練習効果があります。ちなみに私はワン、サウザンド、ワン言いながら練習をしています。次にリズムを持って打ちに行くインパクトの位置については、体の真上や頂点ではなく前の低い位置で十分です。またラケットを担いでからトスを上げたりという方法もありますけども、これは全体的なリズムや先ほど説明した逆の動きを作っていく上では、先に担いでしまうとリズムが崩れますのであまりお勧めできません。できるだけテイクバックから一連の流れとしてスイングできるようにしていきましょう。ではサービスの打球方向と面の使い方について説明します。ボールに回転をかけたいときにはボールの横を滑らすことで回転はかかります。打球方向に対して0度で当たったときに一番回転はかかるかもしれませんが、打球方向への推進力は失ってしまいます。なのでやや斜めに当てること、これがすごく重要です。打球方向に対して少し角度をつけて当てて押し出しながら回転をかける、これがサービスの基本になります。このアライメントスティックを見ていただくとオレンジが打球方向を示しています。基本的なショ
方向にラケットを振ることでボールはまっすぐ飛びますけども回転がかかるというふうになります。角度を浅くすればするほどスピードアップになります。角度を深くすればするほど、例えば30度から60度に振ることで回転量が増えてスピードが遅くなるということになります。今のは横回転のことですけども、これは縦回転にも同じことが言えて、縦回転に当てる角度が前の打点で小さくなればなるほど打球は低く飛びます。逆に少しラケットを遅らせて上方向にスイングすることで打球は軌道は高くなるということが起こります。サービスの基本知識については今の回で終わりにします。次回からは初級編、中級編、上級編の質疑面のところをやっていきたいと思います。サービスはテニスの中で唯一自分でトスを上げて自分でコントロールできるショットです。練習の半分ぐらいがサービスでもいいというふうに言われているぐらい重要なショットになりますので、サービスはしっかり練習していきましょう。このサービスが、所長の私も一番得意なショットになりますので、いろいろな回転や、打ち方についてこれから説明していきたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。É difícil me pegar. Não tente me dar lapada, sou ligeiro se voar. Sou esperto, ninguém vai me esmagar. Quanto mais de nós tu matas, mais de nós irão brotar.